どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、50匹のグリーンネオンテトラが泳ぐ30センチキューブ水槽のことは覚えていますでしょうか？初草原レイアウト水槽ということで、いろいろ実験的に立ち上げた水槽です。キューバパールグラスを全面に敷き詰めた水形は結構気に入っており、グリーンネオンテトラと合わせて素晴らしい清涼感を演出しています。そんな草原レイアウト水槽、実はかれこれ1年くらい動画に出していませんでした。最後に出したのは2021年8月で、苔を駆逐するために大和沼エビを導入したという内容です。それからは他の水槽と同様あまり触れておらず、その後登場することはありませんでした。そんな水槽なんですが、実はしれっと大変なことになっており、ずっと報告せねばと思っていました。というわけで今回は、そんな1年隠されていた30センチキューブ草原レイアウト水槽の悲惨な現状をお伝えしていきます。それでは早速やっていくんですが、以前の流木レイアウト水槽同様、すでに忘れ去られていると思うので、立ち上げまでのおさらいをささっとやっていきます。この水槽を立ち上げたのは去年の4月15日ということで、何気に新居に引っ越してから初のレイアウト水槽となります。なぜこの水槽を一番最初に立ち上げたのかというと、他の60センチ水槽を立ち上げる前にミスト式が成功するか実験するためです。今では自分の水槽立ち上げの定番となっているミスト式立ち上げもこの水槽が初であり、キューバパールグラスの草原レイアウトを60センチでやりたいということから、うまくミスト式で育成できるのかを確認したかったんです。使用する素材はチャームで買った風山石で、それっぽいものを組み合わせて三尊石組み的なのを意識して作りました。実はこの石組みというのも初めてで、いろんな面で初めて尽くしの水槽です。植栽するのは ADA 組織培養水草のキューバパールグラスで、この時は確か1カップだけだったと思います。今だったら確実に2カップ使っているところなんですが、初めてということで控えめですね。いつものごとく田植えのように植栽しました。そこから1ヶ月半経過した6月2日にこれくらい繁茂したということで注水に至りました。組織培養1カップでこのスピードなんで、いかにミスト式が素早く繁茂するかがわかります。それから8日後の6月10日にグリーンネオンテトラ50匹を導入しました。確か外掛けフィルターに使い古した露材を流用したことでアンモニアも検出されなくなったため、注水1週間で導入したんだったと思います。50匹のグリーンネオンテトラ導入11日後、いつもの細かい糸状苔が繁茂しだしたということで、初トリミングを行います。なんか若干もやっとしてますよね。まだまだそんなに分厚くはなってなかったんですが、苔除去も兼ねてのトリミングです。この時初めてキューバパールグラスのトリミングをしたんですが、この浮いた残骸を取り除くのが大変でした。勢いよく網を動かすと残骸が水槽内に攪拌されるため、慎重にすくいつつガサッといかないといけません。残骸の処理は便利アイテムがよく紹介されていますが、レイアウトの兼ね合いとかもあるので結局網でやることが多いです。そして最終的にはこんな感じになりました。割と早めだったんですが、それでも少し下葉が黄色になってます。これがキューバパールグラスの難しいところですね。水替えをし、白濁りを取って終了。トリミングした残骸はトレイで全自動増殖させてました。そしてトリミングから1ヶ月後の7月9日に茶苔とかその他もろもろの苔が出だして大和沼エビを導入したところまでが最後にお伝えしたこの水槽の状況です。
こう考えるとだいぶ時間経ってますね。普通に1年です。というわけで、まだ動画でお届けしていないそれ以降の状態をお伝えしていきます。まずは1ヶ月後の8月15日。全体的に茶苔もなくいい感じに見えますね。風山石は微妙に色が変わってきてます。まあ、もともと地味な色な石なので、そこまで違和感はありません。キューバパールグラスに関しては、一度トリミングを行ったことで、完全水中用が展開し、細かい葉になってます。ただ、見てもらったらわかる通り、若干もやっとしてます。茶苔が出る前に発生していた短い芝生状の苔が出ているようです。また、低床を掃除するためにプロホースでゴミを吸い出すんですが、たまにソイルが飛び出てくるせいで、ところどころ散らばってます。だいぶ繁もしているので、右側に置いていた小さめの石が飲み込まれてます。石組みをし始めて思うんですが、水草の成長具合が良すぎると、こんな感じでレイアウト素材の輪郭がなくなってしまうのがネックですね。こんな感じでディフューザーにも微妙に苔がついています。それ以外は特に問題なさそうですね。割と綺麗で気に入っているんですが、やはり奥に見える外掛けフィルターが気になるところ。苔以外は順調で生態も元気に泳いでいます。続いて3週間後の9月8日。背景がぼやけてて申し訳ないんですが、そこまで変わり映えはないです。ただ、前面には掘り返されたソイルが散乱してます。前回よりも増えてますね。確か画面中央部分のソイルが固まってるところから漏れ出してたと思います。やはり傾斜部分は重力の関係で漏れやすいです。そしてもう一つ気になる点がこちら、油膜です。だいたい自分の水槽では隙間が設置されていない水槽はこんな感じなんですが、やっぱ見た目がよろしくないですね。30センチキューブ水槽は水槽台の下段に置いていることもあり、上から見下ろす形になることが多いので結構気になります。それでもこれくらいの油膜ならまだいい方です。ひどいと湯葉みたいになってます。続いて1週間後の9月15日。見ての通り油膜がきれいさっぱりなくなってます。これは画面左上に見えるブラックモーリーが全部やってくれました。この油膜取り性能から自分はブラックモーリーを隙間が設置できない30センチキューブ水槽に必ず1匹は入れるようにしてます。マジで油膜で悩んでる方は一度ブラックモーリーを導入しましょう。続いてめちゃくちゃ飛んで5ヶ月後の2022年2月19日の状態がこちら。だいぶキューバパールグラスの色が悪くなってます。ソイル漏れも相変わらずで、緑の草原に似つかわしくない茶色のソイルが散らばってます。親石の隣のキューバパールグラスは結構茶色っぽくなっており、ところどころ根っこが見えてます。また、右の石は完全に飲み込まれ、ほぼ隠れてます。そして気になるのはこの左側。見てもらったらわかるんですが、キューバパールグラスがだいぶこんもりしてます。これは成長しているのか、はたまた浮き始めているのかは後にわかります。中に入っている生態は特に問題なく、小さかったグリーンネオンテトラもだいぶ貫禄が出てきました。グリーンネオンテトラを買い込んで分かったんですが、小さい頃は赤のラインが結構目立ってグリーン感がないんですが、でかくなってずんぐりしてくると真ん中のグリーンラインが強調されてグリーンネオンっぽくなります。スマートなカージナルもいいですが、こういう風に丸っこくなるテトラも可愛いですね。ということで、今年の2月までの状態はこんな感じです。正直ここからトリミングする勇気もないですし、これ以上手を加えるところがないんですよね。有形層とかがあればトリミングで密度を上げつつ経過報告ができるんですが、
草原だと茂ると終わりみたいなところがあります。去年の9月から5ヶ月間動画を撮影していなかったのもその影響で、あまりにも平常運転で撮影する理由がなくなっちゃいました。ネタがないっていうのは水槽が安定しているということなんでいいことではあるんですけど、生態も元気で過密ではありますが、頻繁な水替えの甲斐もあってすくすくと育ってます。しかし今回お話ししたのが2月までということは、ここ最近また変化があったということですね。というわけで次回はこの水槽の行く末をお話ししていきます。最近このパターン多すぎて察しているとは思いますが、だいぶいろんな意味で絵になる状態になったので、次の動画もお楽しみに。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。